こんにちは。まだね、暑いですけど、私もそうめんを今日のですね、こういうポットで沸かしてボウルにそうめん入れてお湯をすすいで緩くしてチンで2分で冷やして、これねなかなか皆さんねもうねそれで結構回数増えてますけど、でということでね、そろそろね秋がこう近づいてくる質があるので、今日はですね秋の味トースト、題して秋味トースト、フランス語でトーストオーシャンピニオンロニオン、ロニオン、オニオン、玉ねぎのことですね。そろそろ、秋モードでやってみたいと思います。では材料です。はい、トーストね、久々にポールさん登場ですね。ポールさんのオリジナル、パンを買ってまいりました。そしてきのこなんですけどね、今日はしいたけ、まいたけ、きのこはねお好みで結構ですよ。あと、玉ねぎね、ちょっと薄厚めに切っております。そしてチーズね、チーズもですね、ブルーチーズとかゴーダとかグリエールとかパルミジャーノとかブルサンとかいろいろありますけど、今日は、ロックホール、私のね好みのロックホールを使います。そして、炒めるオリーブオイル、塩コショウ、コショウはね、白か黒かお好みで、僕は黒が好きなのでお好みで白でも結構です。はい、ロックホールはですね、これは上から乗っけるので、こう崩れたらそのまんまで崩れやすいので、これはねこのまま上からトントンと乗っけますので、これぐらいにねバトネに切っておいていただいて、これは最後上に乗っけて、トーストで炙りますので、雑に切っておいてください。まいたけはねもうすでにこうやってね、皆さんこうやって小さくで、しいたけもですね、この普通ねこの枝取るんですけどね、僕はこの枝が好きで結構枝付きのままこうやって使います。上の泥はね取っておりますから、こうやって嫌な方はこれを取っちゃっても結構ですけど、これも結構ね美味しいんですよ。枝も無駄も出ませんしね。こうやってはいカットしておきます。それでは炒めます。はい、それでは、まずきのこをね強火にしてでオリーブオイルを入れます。でここでねすぐ入れないで、すぐ入れるとですね、きのこに油だけ吸っちゃうので、熱くするとですね、それだけ弾くので、あんまりこうきのこの中に油入らないので、きのこはねすぐ油吸っちゃうので、ちょっと油を熱くしてでさーっとで、今日のコンセプトはしっとり炒めるというよりはこうシャキシャキ感を残して、後でまたトーストで焼き上げるというコンセプトなので、ちょっとねこう熱くして、我々手を入れて温度を見るんですね。はい、だいぶぬるくなってきてます。まず、きのこ、しいたけでね硬い方からちょっと入れてあげます。しいたけね硬いですから、ちょっと先にしいたけをねこう炒めてあげて、プロの我々の火は強いので弱めますけど、ご家庭のレンジであればもうこのまま強火でさーっと一気にね焼き上げた方が、きのこからねうまみも出ませんし、よろしいと思いますね。さーっと焼き色ついたら、今度まいたけを入れて、はい、ここでね最初軽く塩をこしょうします。
ほんと軽くですね。1回目のほんの少しで、このまんま強火で焼き上げますと、で今度玉ねぎを入れるんですね。玉ねぎは皆さんご存知、水分を持ってますから、ここにちょっとね焼き色がついたら、玉ねぎを入れて、もう火の加減も強火で、玉ねぎね、ほら音がね、いい音が出てまいりました。焼けてますって感じですね。この音でね、音を聞きながらお仕事するっていうのもね、楽しいですよ。焼き色をつくまでもう強火でね、シャキッと炒めて、炒めてるとしんなりしてきますから、しんなりしたところで、玉ねぎを入れて、玉ねぎの水分を利用してしっとりと仕上げます。焼き色がね、ほらね、焼き色ついてきましたでしょ。この焼き色をつけたいですね。このしんなりしてきましたよね。それ分かります？こうね。そうしましたら、ここに玉ねぎを入れてあげます。パラパラパラと。はい、玉ねぎ全体ね。そうすると玉ねぎから水分が出ますので、結構しっとりと。はい、2回目のね、これもほんの少しですよ。ほんの少し塩コショウしてあげます。そうしましたらね、ここで初めて中火にします。火を中火にしてあげます。塩をしますとね、玉ねぎがまた一層水分がね浮いてきますので、その水分をね、こう焼き色がついてきましたでしょ。でこれで玉ねぎの方にね色がさーっとついたら、出来上がりです。トーストに乗っけなくてもね、これだけ見てください。これ煙じゃなくてね、蒸気なんですよ。蒸気、玉ねぎの蒸気ね。でこれと一緒に玉ねぎの色をねついてきましたでしょ。でこれでトーストで焼きますからね、これあんまり色つけちゃうと、焦げちゃうので、もうこんなもんですけどね。この状態わかります？で火を消します。火を消しましたら、バットに戻して広げてあげてね。ほらいい感じじゃないですか。こんな感じでね、ここもね余熱で入ってますから、余熱も計算して、やってください。はい、それではですね、トーストを並べて、さっきのね崩れたチーズを下に敷きます。よいしょ。はい、でその上に先ほどのきのこですね、たっぷりと。よいしょ。よっこいしょ。結構しんなりしてますよね。よいしょ。おっとおっとととととと。この上にねチーズを
よいしょ。もうお好みですからね、このままでもいいんですけど、黒い胡椒をね、ちょっとお好みです。はい、これで、230度で10分焼き上げます。まあ、10分してもね、様子を見ながら焼き上げます。はい、それでは230度で10分って言いますけどね、様子を5分ぐらいで見ます。トースターに入れて、10分です。はい、チンになりました。10分、まあ、5分でね、様子見ます。10分経った。いくよ。はい、10分経ちました。では開けてみます。おお、完璧でございます。よいしょ。いい感じでございます。溶け具合と言って完璧じゃないでしょうか。はい、出来上がりです。はい、それでは盛り付けます。熱いから気をつけてください。おお、これでしょ。よいしょ。熱いです。よいしょ。熱いです。まあ、いい溶け具合でございます。よいしょ。はい、出来上がりです。はいね、よくできましたね。これね、ナイフフォークでもいいんですけどね、両親今日はちょっとガブリといい感じじゃないですか、皆さんこれね。よいしょ。おお、もうなかなかやっぱりロックホールがねバッチリ効いてて、まあロックホールは大人向きですから、もしお子様であればカマンベールとかね、なんか優しいのにしてあげてください。でもまあお酒飲みにはね、このロックホールとこれも抜群のね、これはねいいですよ。皆さんぜひね、もうでやっぱロックホールっていう赤ワインですよね。今日はですね、私の大好きなボルドー、アレクスシス・リシーヌプルミエ・キュベトラディション、ボルドーでございます。メルロ、カベルネ・ソビニオン、カベルネ・フラン、というブレンドでございます。果実味があってね、このロックホールにね、この黒胡椒もねバッチリ。やっぱり皆さんポイントはですね、動画をよく見ていただいて、炒めすぎないってね、こうそれで逆算して、あまりね生っぽいとよくないんですけど、あれぐらいのこうしっとり感で、トースターで10分焼くってちょうどいいベストコンディションでございます。あれをねよく皆さん逆算してみてやってみてください。なかなかねこれね、グーです。トリプル出ました。久々の1年に一遍出るからグーです。トリプルグー、ね、なかなかこれね本当見事でございます。これ見事これね、まあナイフフォークで切ってもいいですけどね、こうやってがっつり食べて、もう赤ワインぴったりでございますね。ぜひぜひ、作ってみてください。グーです。